ジェゼルです。はい、ということで今回は継続するための秘訣をですね、ラジオと YouTube どちらでもシェアしていきたいなと思います。ラジオに関しては Spotify とスプーンでも配信しているので、そちらをぜひチェックしてみてください。マイクもあるのでですね、とても音質が良くなっていると思うので、ぜひ何か作業しながら聞いていただいたり YouTube でも視聴してくれるととても嬉しいです。ということで早速今日はちょっとね、マイクというかカメラの方向が違くてちょっと感覚つかみにくいんですが、早速本題に入っていこうと思うのですが、まず今日のトピックは継続できる方法は、これはダイエットにおいても勉強においてもお仕事の成績だったり何に関しても継続力ってとても大事な部分になると思うんですね、成長するにあたって。でまず一つ目に、私はちょっとねこれはふと思ったことなんだけど、風呂入った時にいきなり思ったんだけど、継続できないって悩んでる人は多いと思うんだけど、まず継続しようとしてるその考えがあるっていうことは素晴らしいというか、そこをね自分褒めてほしいなって思います。誰しもが継続したいってね思って物事やってるわけでもないし、何かに向かって頑張ろうとしてるっていう自分をまず褒めてほしいなって思ったんで、そこはね自分を悪く思わないでほしいし、この動画を見ればもっとなおさら成長できると思うので、ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。まず継続したい、変わりたいけど変われない、そんな人たちに向けてまず1個目ですね、考えてほしいことがあるんですね。それがどうして継続できないのか、どうして変われないのかっていう部分になるんですね。これは逆に目標が高すぎるのか、やることが一気にありすぎてというか、やることをこれあれそれって決めすぎてパンクしてしまって継続できないパターンだったり、単純に目標が低すぎたり、やる内容逆に少なすぎても途中経過のいい実績が見えないから折れてしまうっていう場合もありますし、あとはモチベーション頼り、例えば深夜に見た YouTube のダイエット変身動画とか、どうやって痩せましたみたいな動画を見て、よっしゃ私もやるぞってなって、じゃあこれもしようあれもしよう、これもってなって、でいざやってみたらとてもハードすぎるっていうパターンだったり様々あるんですね。で私的には2パターンがとても大きいなと思っていて、まずは目標が高すぎたりやることを多くやりすぎてモチベーション頼りになってるパターンと、逆にモチベーション頼りにしないで頑張ろっかなみたいな感じでやるんだけど緩すぎたり目標が低すぎたり純粋につまんなくなって継続できないっていうパターンだったり、飽きが来たりするパターンの主に2種類だと思うんですね。なのでそこをまず自己分析してほしいなって思います。結論これなのかなって思うのが、頑張りすぎないほんとちょうどいいラインを一日の自分ができる量だったりを考えながら柔軟性がある状態で対応するというか、だから今日はやる気がちょっとあるからいつもよりやる気が溢れてるからちょっと多めにやるけど明日は少なめにしたりっていう柔軟性と、頑張りすぎても良くないし頑張らなさすぎるのも良くないのが結論だと思うんですね、私的には。例えば私がダイエット成功した理由の一つとしては、まず1個目は気になる人ができたっていうモチベーションはもちろんありました。超燃えてましたけど、ダイエットを成功させたいと思ったのはもう4年ぐらい前からなんですよ。けどどんどん体重も増えちゃって悩む量も増えたりして、で結局なんで今回痩せられたかっていうと、自分において頑張りすぎないのが鍋ダイエットだったんですね。鍋大好きだから続けられたけど、ジャンキーなもの食べてる日々よりかはヘルシーだから結果にも出やすいんですよ。痩せたっていう体重計もそうかもしれないし、普通に見た目にもね結果が出やすいから、途中経過目標までたどり着くまでにもうちょい細かい目標ってあったりするでしょ。その目標にたどり着くとそれがモチベーションになってまた続けやすくなるっていうようなパターンな気がするんですね。そこを
改めて考えてほしいかなって思ったんですね。だから頑張りすぎてないか、嫌いなものを続けるってとても無理があるでしょ。だからそれは優しめにしてあげるべきです。勉強に関しても、例えば私で言うと英検ですね。英検の勉強を例えにできるんですが、私は英検の勉強好きではなかったんですけど、徐々に理解できる単語が増えたり、例えば長文読解してる時に暗記するじゃないですか、単語帳で。その単語帳に単語が出てくることで理解する単語が増えて、これが言いたいんだなっていうのが理解できる。それが第2のモチベーションだったりするんですね。第1は合格するぞっていう、英検合格するぞが第1のモチベーションだとしたら、第2のモチベーションっていうのが、そういう日頃の小さい行いというか、日頃の行いの中で見える小さな達成したこと、達成感だったりが次のモチベーションにつながるわけなのですね。つながるわけなんです。ダイエットにおいても勉強においても、ちょっと砕いたというか細かい目標があると、もっと継続できやすくなるかもしれません。例えば私はまず英検を合格するという大きい目標があって、その次に単語帳を何周するっていう目標があったりして、でその次に1日の目標、今日はこれこれやる、単語の0から100覚えるみたいな感じで、一番大きい目標、その次にまた小さな目標で、その次に今日できることっていう感じで3段階だったり4分割4段階に分けたりしてた記憶があります。で、1日例えばトゥドゥーリスト作成したら全部消せるじゃないですか、やったことは。それもモチベーションにつながる小さな達成感、達成した出来事だったりすると思うんですね。それを徐々に続けていくと大きな結果にも見えてくる。例えば単語を覚えたことによって過去問を解いた時に点数が上がっていた、それもモチベーションの一つになるんです。燃え尽きないけど量もこなしてるよっていう達成感もある、そのギリギリのラインを探すのが継続の鍵になると思います。燃え尽きてしまう場合っていうのは、もう大げさに言えば1日20時間勉強するとかわかんないけど、圧倒的にバーンアウト、燃え尽きてしまう。これは自分がその体に慣れない限りは継続っていうのは難しいと思うんですね。逆に燃え尽きないように少しずつ、本当に少しずつ、本当はね、なんか少しずつ、例えば腕立て毎日5回やったら続くとか言うじゃないですか。で、確かにそれもそうなんだけど、それが飽きてうまくいかない人もいるわけなんですよ。なので私的には、うわやりきったの、やりきったっていう達成感あるでしょ。それの10割ではなく7.5 割ぐらいの量をやってほしいんですね。例えばじゃあ腕立て5回がもう楽勝だったとする。でもそれが久々にやって、で久々にやるから5回にしたっていうパターンもあるんですが、楽勝すぎると明日も5回かってなって逆に飽きて続かないんですね。っていうのがあるから、8にしてみるとか、10ではなく8にしてみるとか、ちょっと疲れんなっていう達成感あるな1日に、その1日に達成感がある量をこなすっていうのが理想的だと思うんですね。それが結果に早く出やすいから。で、早く結果に出るとモチベーションにつながるから。もうそういうシステムだと思うんですね。これに尽きると思うんですね、本当に。で、おすすめなのは、まず最終ゴールを設けるということ。だから英検で言えば合格するみたいな。受験で言えばそこに合格する。でも受験なんて何ヶ月も、なんなら1年2年前から分かんないけど準備してる人だっていると思うんですね。その学校に合格するために。だからそれにおいてもうちょい細かなゴール、例えば中間期末の順位が関わるんであればそれに向かって勉強する。で、中間期末に視点を向けた中間期末のまた細かい目標設定だったりが生まれてくるんですね。自己分析がとても鍵になると思います、継続の。で、自己分析した時に、普通に自己分析っていう言葉でも使えるんですが、自己分析したことによって
自分がこっからここまでいけたっていう気づかなかったけどできるようになってたことってあったりするから、それを見つけて褒めたりよっしゃって思えたり、それをモチベーションにするっていうのも大事なんですね。知らなかった見知らぬ間に成長してた自分自身を自己分析によって知ることができたりするので、そのためにも自己分析はとても鍵になってくると思います。なので目標だったり何かあるっていう方、ダイエットだったり目標がある方は最終目標があって、最終目標の下は例えば 2,3 ヶ月後にはこうなってたいとか、こういうのができるようになってたいなど、もっと砕いてもいいです。そんな目標があって、その下に1週間後だったり、なくても今日できること、この3回4段階できるだけ細かくできるだけというか段階に分けて、でも分けすぎるのも良くないんですね。分けすぎるとどうなるかっていうと、計画通りいかなかった時に落ち込んで続かなくなくなるんですね。それが人間が不思議なことに、何でもかんでも今日はこれ、明日はこれ、明後日はこれって言ってやりすぎるのも良くなくって、本当にだからバランスが鍵になるんですね。毎日、私たちロボットではないので毎日一定に量こなせるかって言ったらそんなわけないんですね。謎に微熱ある日だってあるしね、謎になんか燃えてる今日みたいな、環境によっても変わったりするじゃない。例えばちょっと人目が気になる人だったら、今日図書館に全然人いないから集中できるわっていう日もあったりするじゃないですか。環境によって自分の気持ちも変わったりするので、それが人間だから、それにこう柔軟に対応するのが継続できる鍵のような気がしますね、私的には。で、まず一歩目を踏み出すことができないっていうね方、例えばまずモチベーションがない、継続どころかモチベーションがないっていう方は、例えばジムに行きたいけどいつも後回しにしてしまうという方は、朝一に行くためにジムウェアをベッドのそばに置いてみたり、読書する習慣が欲しければ本を手に取るだけでも取ってみたり、まずはそのことにやってみようかなって軽く思うことが大事なんですね。読書も30分読むじゃなくて、とりあえず5分読んでみようかな、このとりあえずマインドが鍵になってくると思うんですね。トリマやってみようじゃんみたいな、そんくらいでいいんですよ。本当にね、難しいからそれを継続ね、だからしようとしてるっていうのはもう偉いわけよ。だってそっからなんだもん。そっからトリマやってみようっていうのがまず難しいっていうか、一番難しいんじゃない、人間において。正直何でもビジネス始めるとかでもさ、多分一番そこがきついと思う。私も YouTube 始めたかったよ、何年前から。4567もう分かりませんけど、始めたら始めたでもう普通にやってるって考えた時に、そこが一番難関ポイントだったりもするんですね。だからそこをまずクリアしてほしいし、それをクリアできたら、クリアできたっていうことに達成感というかを得てほしいかな。それをモチベーションに頑張ってつなげてほしいし、褒めてほしいかなって思う。自分をよくやったやんみたいな、本当にそんなんでいいんですよ。褒めてほしいですね、自分を。そしたら続けやすくなります。私天才じゃんみたいな、私天才やんけみたいな、天才じゃん、ちょっと待ってみたいな、なっていいんで、ぜひそこまで、そういう日も設けてください、自分に。ナルシストとは別なんです。ナルシストではなく、周りみんながいる前で天才だよね私って、別に言ってもいいんですけど、そこまでならなきゃいい話なので、自分に言ってるだけだし、いいんですよ、そんくらいで。なんだっけな、何のことか忘れたけど、今日さ、私ね、怠けてたの。朝午前中ね、お昼から活動し始めたんだけど、お風呂入ったのね。で、本当だったら今日休みだし、そのまま一日を過ごしてもよかったの。なんだけど YouTube 撮りたいしと思って、で買い物も行かなきゃと思ってお風呂に入ったのね。で入ったらスッキリするじゃん。でなんかもう天才じゃねって思ったの、自分で。
なんか普通なんだけど、でもさ、休んでネットフリをずっと見るっていうさ選択肢もあった中で、ちゃんと身支度して髪の毛もやっちゃってメイクもした時に、自分天才じゃね？ちょっと待ってって思っちゃったの。だから本当に、だからいいんです、本当にそんくらいでいいから。継続今日できたとしよう。トゥドゥーリスト6項目作りました。英単語0から100覚える、読解問題3問解く、わかんないけど6項目あって、全部線で消しました。シュッ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 、これ6個だったかな、わかんないけどシュッて消しました。天才じゃね？ちょっと待ってってなるから。でそれを毎日続けてほしいんです。毎日続けたら絶対結果に見えてくるから、本当にそこは頑張ってほしい。でも頑張りすぎないのがポイントです。頑張りすぎも良くないし、頑張らなさすぎも良くなくって、最初は 40% ぐらいから始めてもいいと思います。腕立てでいう8回みたいな感じ。そっから8回ができたことによって、次13ぐらい、1314にしよう。1314があって、で12でもう結構マックスなんだけどな、でも1314みたいな、わかる？それが1回目1日の達成感になるの。超いい例えした。もう一回ちょっと改めて言わせてもらうね。じゃあ8回できました。腕立て伏せ8回できました。次目標設定どこにしようってなった時に、10でもいいんですけど、10ではなく13にしてほしい。っていうのも、その人 A さん、わかんないけど A さんは腕立て伏せ頑張ってきて、でやっていくうちに10がなんか限界だなって気づいたんだよ、自分で。でも限界って言っても息がもう過呼吸になるぐらいの限界じゃない。腕立て伏せやる中で、きついかなみたいな、それが10だとしよう。でもそこを13にしてほしいの。この123っていうできた時に、で12回で終わりかけなんだけど、ラスト1回ってなって313ってやった時に、その1日というやること、1日の目標の中で達成感が生まれるんですね。でそれを続けて、で慣れてきたらもうちょい増やすんです。そのもうちょいマックスがあったら、マックスじゃないよ、8割ぐらいって言えばいいのかな。8割マックスの残りで、あとちょっと限界突破だけど、限界突破すぎない、限界突破し限界突破だけは限界突破しすぎない。それを続けるとモチベーションにつながると思うんですね。とてもいい例えした気がする。まず自分を継続したいって思えてるその心、その意志、そのメンタリティ、その心、その意志、そのメンタリティを誇りに思ってください。誰もが継続したいって思えない人もいるから、それが悪いわけじゃないんだけど、いっか、いいや、なんでもいいや、何においてもいや、いいや、いっかっていう人もいるって考えたら、なんか頑張りたいってさ、自分で考えながらね、試行錯誤しながら、この動画にたどり着いたって考えたら、とてもいいことだし、本当頑張ってほしいなって思うし、もし私的に個人にじゃないけど、私個人に具体的に知りたいとかわかんないけど、もしあればコメントだったりラジオから通してでもコメントできますので、ぜひ教えてくれればいいなって思いますっていう感じで、今日はね、継続方法について動画でシェアさせていただきました。もちろんラジオでも聞けますが、もしこちらの私のマインドがもし参考になりましたら、チャンネル登録やいいねの方、そしてラジオだとフォローもできますので、コメントだったり何でもお待ちしております。また次の動画でね、お会いしましょう。また次のラジオでもお会いしましょう。バイバイ。バイバイ、ジャズルでした。またね。